皆様、こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマは、ブレイクに弁護人が語る、戦争による殺人は殺人罪にあらずです。私はこのチャンネルで、しばらく東京裁判を掘り下げたいと思っています。日本が変わってしまった。いや、変えられた原点がここにあるからです。本日はその3回目。ワンポイント解説です。以前にチャンネル登録していただいた方もお手数ですが、新たにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日のテーマ、戦争による殺人は殺人罪にあらずとお聞きになって、皆様はどのようにお感じになりましたか？そうなんです。戦争で殺人を犯しても、それは殺人罪として裁かれることはないと、アメリカのブレイクニー弁護人は日本を弁護したのです。それじゃあ東京裁判で戦犯たちが裁かれたこと、おまけに処刑までされたことはどういうこと？この点についてご一緒に考えたいと思います。昭和21年5月14日、東京裁判でブレイクニー弁護人は主張しました。戦争は犯罪ではない。戦争放棄があるということが戦争の合法性を示す証拠である。例えなら、喧嘩と格闘技の違いは皆様何だと思われますか？ルールがあるかないかです。ルール、つまり放棄があるということは合法です。格闘技で試合中、選手が死亡することがありますが、ルールにのっとっていれば処罰されません。一方、喧嘩は暴力であり、初めからルールはなく違法です。相手を傷つけたり死亡させた場合、処罰されます。ブレイクニー弁護人は語ります。戦争の開始、通告、戦闘の方法、終結を決める法規、つまり法律が存在するということは合法である何よりの証拠だと言います。戦争開始通告のルールとは戦争の始め方のルールです。事前に開戦の通告をしなければならないなどのルールです。次に戦闘におけるルールとは、例えば民間人を攻撃してはならない等々です。ロシアとウクライナとの戦争は世界中がロシアを非難しています。第一に民間人を無差別攻撃している点です。また、民間人を退避させるための人道回廊を約束したのに、地雷を埋めたり、避難中の人々を砲撃する。また、病院を爆撃して子供や妊婦まで死傷者が出ています。原発の攻撃など、欧州全体を核の影響下に置くかもしれない。とんでもないリスクを負わせています。戦争放棄をことごとくロシアが破っています。戦争自体が非合法なら、このように戦争についての細かなルールを作ること自体が全く無意味であると主張したのです。国際法は国家利益追求のために行う戦争をこれまでに非合法とみなしたことはない。歴史を振り返ってみても、戦争の計画、遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はない。我々はこの裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかしそういう試みこそが新しくより高い法の現実を妨ぐのではないか。平和に対する罪と名付けられたそういうのは、故に当法廷より却下されなければならない。彼は事後法について鋭く追求したのです。事後法とは事件が起こった後に作られた法律で、遡って裁くことです。平和に対する罪は、この裁判以前はありませんでした。本裁判のために新たに作ること、それで裁くことは許されない、と鋭く糾弾しました。日本人ならとても言えませんでした。改めて彼の勇気を称えたいと思います。
それでは次回のご案内です。東京裁判。今も問われる原爆投下の責任です。チャンネル登録とベルマークを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。